その通り道として使われてたっていうのもあって京橋で、しかもすごいな、崩れかけてる具合がなんかすごいおしゃれ、めっちゃおしゃれやん。今これちょっとなんかお店あるけど、もうこれ全部大家や。どうも坂東です。今日は大阪の京橋に来てます。この京橋エリアですが、実際に京橋と名が付く地名は存在してなく、私が立っている JR 京橋駅と京阪京橋駅の住所は大阪市城東区市議田1丁目となってます。ただ300年前までは京橋1丁目から6丁目まで存在してましたが、1724年に大阪で起こった大規模な火災の享保の大火の後、京橋1丁目が日置空き地となり、京橋1丁目がなくなりました。明治に入ってからは2丁目から6丁目だった京橋は1丁目から3丁目に再編されたものの、平成に入り京橋1丁目は大手前1丁目に、2丁目は天満橋京町に、3丁目は北浜東の一部となり、京橋という地名は完全に姿を消しました。では早速京橋という街を歩いていきたいと思います。まずは京橋の地名の由来にもなっている京橋に行きましょう。京橋、はい、この橋の名前を京橋って言いまして、この橋からこの辺りの地名のことを京橋っていうようになりました。あ、なるほど、はい、あれさっきオープニングで京橋の地名がなくなったって言ったところがまさにここってことですか？そうです。へえ。でもなんか天満橋の方が駅でいうと近いんですけどね。ああ、はい、あれテレビ大阪。あそこテレビ大阪ですね。はあ、意外と橋ちっちゃいんですね。京橋の発展具合からするとちょっとこう物足らん感じの橋ではあるけど、名前の由来とかってあるんですか？大阪と京都をつなぐ道として使われてて、この橋もその通り道として使われてたっていうのもあって京橋っていう地名がつきました。神戸三宮の方のインターとかも京橋があるんですけど、結構京橋っていう地名多いですか？全国。それでいうと全国で9つ。9つ。はい、京橋ありますね。東京とか岡山の方にも京橋っていう地名があったり、京橋っていう駅があったりとかしますけど、それも全部京都までつなぐ橋として使われてたから京橋っていう名前がついたみたいですね。全部京都につなげる橋が全国にあったんです。京都が都っていうこともあって、そちらに向かう人たちも多かったんじゃないでしょうか。これ何川なんですか？この川ですね、寝屋川です。寝屋川、はい、大阪にもね寝屋川市っていう地名もありますけど。ありますね、そうつながってる川なんですね。つながってますね。ここは寝屋川と。結構汚いですね。ここ汚いんですよ。めちゃくちゃ緑。知り合いがトライアスロンでなんか大阪城の周りのお堀の川泳いだって言ってました。これはい。この間のパリ五輪でもなんかそれで誰か死んでなかった？なんかみんなボイコットしてましたね。その人もお腹無事壊したって言ってましたね。これは壊すわ。あそこの木が生い茂ってるところがもともと太閤園って言って大阪でも有数の料亭やったんですよね。はいはいはい。業績不振か何か忘れたけど、はい、売却することになって、はい、違う企業に今買われて違う活用方法されてるはずやから。もう料亭じゃなくなったんですか？料亭じゃないと思う多分。もう政治家の食事や会食っていうのはもう大体太閤園でって言われてるぐらい。大阪だったらですか？ちなみに私の父の還暦祝いも太閤園でさせてもらいました。だからまだ売却される前に行ってきましたね。中にはこう池とかもあってすごい綺麗に整備もされとって、はい、もう日本庭園がすごいこう素晴らしく手入れされてる中の庭になってて、はい、夏前になるとホタルとかも出ててちょっともう別格な料亭って感じだから。へえ。結構歴史もある料亭なんですかね？めちゃくちゃあると思う。ここはここ売却される時は結構ニュースになったし、売らんといてほしいみたいな声も結構上がったみたいで。へえ。ここが藤田美術館になります。おしゃれですね。かなりおしゃれですね。1954年に建設されて2年前の2022年に再建築された様子で、だからこんな新しいんですね。はい、新しく今このデザインになってます。ガラス張りで、はい、美術品の中には国宝紫式部日記絵師や重要文化財の木造地蔵菩薩立像、国宝曜変天目茶碗があります。この曜変天目茶碗は将軍徳川家康を魅了し、織田信長が愛したとも言われ、その曜変天目の模様は宇宙と例えられるほど綺麗な茶碗です。しかし曜変天目と認められ、かつ完品の個体は世界中を探しても日本に存在している3つのみとなっており、そのうちの1つがこの藤田美術館に展示されています。Kブラッドです。何があるんですか？いやもうスタバがある時点で
スタバがあったらどこでもいいんですか？スタバ出店する時ってすごい調査するって言うやんか。へえ。スタバ出店してるエリアはいいって言うけどな、そのまた次出店する人たちからすると、ああ、なるほど。集客とか取りやすいエリアやと思う。いや、他の飲食店もスタバがあったら一つの基準になるみたいな感じですか？そう、そんな飲食マーケティング能力が高いっていうな、スタバが。へでこれがもともと吉本興業の京橋の漫才劇場的な。え。キキ京橋ですか？そうもう売却して今こうやってもう違うテナントばっかり入ってるけど、最初は吉本興業。ここの所有者ってどこが今所有してるんですか？今は京阪電鉄が所有してます。へえ。で京橋マジで住みやすいと思うんだけどな、何でもあるしな。そうですね。学校とかもあるんですか？学校もある。親がいなくても子供たちだけで歩かせられるような地域なんですか？この辺は行けると思う。後から行く東商店街とかもちょっとディープな雰囲気はあるけど、まあ別に大丈夫じゃないかな。へえ。人も多いからああ、なるほど。そんなの危なそうやなっていう空気感はそんなにないかな。家賃とかはどうなんですか？これの京橋周辺は。利便性からすると安いと思う。へえ。結構どこでも行けるし、京橋から。大阪も7分ぐらいで。そう、飲食店から何から何でもあるし。これでもなんか静かで落ち着いてますね。うん。そっちにもちょっと大きい広場あるね。なんていう公園ですか？知らね。あ、セコムズガーデンや。ホムズガーデンには何があるんですか？まあ、地上は公園になってて、地下にこう飲食店とかも入ってたはず。どんな飲食店が入ってるんですか？だるま屋とか串カツ屋ですよね、入ってます。ああ、大阪で有名な。大阪で有名な。次は新京橋商店街に来ました。1948年に作られた商店街となります。昔からアーケードあったんですか？このアーケード自体は1966年に作られたみたいですね。かなりディープな感じで。ディープな。夜はもうちょっとこう店もこう開き始めて人通りも多くなるんやけど、結構美味しいご飯屋さんも多いし。へえ。これでご飯食べたりするんですか？月に何回かは来ますね。何系のご飯屋さんなんですか？いつも行くところは焼肉屋じゃないけど、まあ、お肉屋さんって感じ。へえ。こういった商店街って誰が土地持ってたりするんですか？建物とかの所有権者。それはもう各々の所有者が持ってるはず、ここは。へえ。商店街が建つ前に土地持ってた人が所有者なんですか？それとも変わってくる？売買されてると思う。その時に作られてる分譲地じゃないけど似たような感じで。売買されるんですね。ちなみにここ俺めちゃくちゃ行くパッサージや。ニュータイランドですか？めちゃくちゃいいんだけど。へえ。ここの店主全然目見えてへんねんけど、俺の声が特徴ありすぎて声だけで「あ、坂東さん」って呼ばれる。施術も目見えないなんかやってくれるんですか？じゃあスタッフは女の子らやね。ああ、そう。そう、タイ人の。でもこのアーケード付きの商店街って商店街費っていうのがまた別で取られんねんな。でそれが結構毎月数万円っていう額取られるから、売買される時には結構障壁にはなるかなと。新しく買う人っているんですか？もちろんうちにはへえ。結構暗くなってきましたね、奥に進むと。もうちょっとでその広場のところから向こうになるとやっぱもうちょっとこう店がこう活気がないというか。あで向こう側にこうずっとこう結構住宅街もたくさんあるから、あ。はい。人通りはそこそこあんねんな。だからもうちょっとこう店活気あってもいいんちゃうかなと思うねんけど。生活できるっていうよりかは本当飲食店の方が多いですね。飲食店が多い。この商店街はもともと京街道として使われてて、京都と大阪をつなぐ道路としてこの道を通ったみたいですね。へえ。もうちょっと向こうの方行ったらもう面影ないんですけど、野江形状っていうのがあって、今からそちらを見に行きたいと思います。はい。大阪には過去に千日形状、飛田形状、野江形状、三軒屋形状があり、有名な難波駅のビッグカメラエコが千日形状でありました。この野江形状は1615年に作られて、京街道にあったことから見せしめのために作られた処刑場なのではと呼ばれています。昔の写真を見る限り、こちらの N 波地蔵が目印で道に入った場所が形状であったと言われている。こっちがメインストリートになるんですか？京橋の。遊びに行きたい人たちはみんなこっち来るんちゃうかな。ここの商店街はどっちかというとこう生活用道路でここ通る人が多いから、地元の人が多いとここ通るの。あっちはもう遊びに行くところって感じかな。飲み屋さんも多いし、ご飯屋さんも多いし、夜の綺麗な女性たちの飲み屋さんもたくさんあるし。結構行かれるんですか？たまに。たまに門限あるから。もんやった京橋どういったご飯屋さんが多いんですか？これではないけど、まあ、焼肉も美味しいし、
海鮮系も美味しいし、何でもあるんです。なんか松井って店多いですよね。あ、そうそう、松井が有名やな。由来あるんですかね。だから松井さんやろ。あ、なんか地主とかいたんですかね、松井さんって。そんな感じしそうな。もともとその京橋何出口か忘れたけど、出てきて目の前に松井っていう立ち飲み屋があんねんや。はい。そこから多分儲かったみたいで、そこから焼肉屋やって、で今もつ鍋屋さんもあるんだけど。じゃあ松井さんが多いわけじゃないんですね。松井さんがここで財を成したって感じですね。そう、多分その立ち飲み屋から財を成した感じ。パチンコ屋さんとかもやっぱ多いですね。パチンコ屋多いな。まあ、言うても下町やからな。まあ、この京橋を代表するグランシャトー。総合レジャービルのグランシャトーです。そう。なんかエッチな店っぽいですけど違うんですか。そういうこと言わないでくださいよ。ちょっと入れないでほしいもらっていいですか。今流れ良かったのに。これ一回パチンコ屋ですけど、昔からそうなんですか。昔からパチンコ屋とゲームセンターとあって、で向こう側の入り口からキャバレーって言われてるお店もあって、多分そのキャバレーも多分もうなくなってんけど。グランシャトーは独特な外観で知られているビルで、1971年に建設されました。台湾出身の林宗恩という実業家によって建設され、京橋エリアのランドマークとして地位を確立していきました。グランシャトーはフランス語で大きな城を意味し、派手なネオンや特徴的な外観デザインを採用。最も有名なナイトクラブコーランは、豪華な内装と一流のエンターテインメントで一世を風靡し、多くの観客を魅了しましたが、社会の変化と時代の流れとともにナイトクラブ文化は徐々に衰退。コーランも2015年に惜しまれながら閉店に至りました。で今これってパチンコとかゲームセンターあったんで、他にも何かお店入ってるんですか。まあ、今でいうスーパー銭湯的なこう大浴場があって、そこにまあサウナも入ってて、で俺結構サウナ行くねんけど、まあ、そのサウナもすごい良くて、1時間に1回こうスタッフがロージしに来てくれたりとかで結構活用させてもらってます。で、まあ、もう一個いいなと思うのが、こういろんなコースがあんねんけど、キングコースなりいろんなコースがあって、そのコースを選ぶとエッチなお店じゃないけど、女性が体を洗ってくれて頭も全部洗ってくれる。頭まで洗ってくるんですか。頭も洗ってくれる。その後マッサージルーム行って指圧のマッサージもしてもらうっていう、お風呂入ってサウナ入って体も頭も洗ってもらってマッサージもしてもらうっていうスペシャルコースがあって、いくらぐらいなんですか。1万円ちょっとぐらい。マッサージのこう時間によったりとかで金額変わってくるんだけど、1万円ちょっとぐらいでももう十分満足できるぐらいのコースで。結構有名なサウナなんですか。古いからな。結構昔からあるんですか。昔からある。ここはいいと思います。ここはおすすめです。はい。この焼肉やっちゃんってすごい有名で、知らん？知らんす。何店舗もあるよ。京橋だけじゃないんですか。もう新地にもあるし門真にもあるし、でどの店舗もカウンター席しかないねん。でここが本店。へえ。もう予約せなここ入られへんから。そんな有名なんですね。めちゃくちゃ有名。ちなみに京橋ってファミリータイプと一人暮らしとかだったらどういった世帯がおすすめな地域なんですか。京橋でいうと両方混在してる。それはへえ。やっぱ単身からしても便利なところでもあるし、交通の便もかなりいいし、とはいえそんなこう梅田とか難波とかと比べたらそこまでの大都会でもないから、住宅街もまだまだ混在してるから、ファミリー層もまだまだたくさんあるって感じかな。へえ。結構なんか商店街とかなんていうんですかね、ディープな感じでしたけど、ファミリー層もいたりするんですね。結構いてはるよ。だから普通にこう一般的な新築住宅建て売りとか、例えば分譲マンションが建ちましたとか言っても結構すぐ売れてる。へえ。特にうちなんかやったら、まあ分譲マンションはせえへんけど、建て売り分譲地はしてもすぐ売れる。へえ。もう何やったら人気ある。あ、そうなんですね。ビジネス街も近いっていうのもあるんですかね。そうやな。 OBP あそこもすごいビジネス街でもあるし、なんかギュッとまとめられた地域みたいですね。そう。ちなみに今どちら向かってるんですか。 JR の京橋駅爆撃慰霊碑はい。見に今向かってます。大阪大空襲、京橋ってあったんですよね。その時になんか1トン爆弾を落とされたみたいで、太平洋戦争かな、その時に。京橋ってなんか終戦前日に爆撃落とされて、で翌日に終戦になったみたいな。これです。これが爆撃慰霊碑ですか。はい。ちなみに場所はどちらになるんですか。 JR 京橋駅の南口改札に出てすぐのところにあります。へえ。ね。平和よ永遠になれって書いてます。はい。平和になりますね、これやったら。見てください。旗もついてます。平和の象徴。本当です。はい。お城に詳しい詳細まで。大空襲について書いてますね。終戦前日にって書いてますね。
京橋駅では終戦日前日1945年8月14日の第8次大阪大空襲での傷跡が2番ホームから見ることができます。このレンガ造りの窓は第8次で大阪大空襲で被害を受けた田村ガラスの工場跡でもあります。来ましたね、これです。あ、これね。下ので進んでたらまだいっぱいありますよ。でもそれをモチーフにして作ってんのかな。わかんないですね。なんかデザイン賞がなんか受賞してたみたいなんで、崩れた感じとかもなんか、あ、ほんまやな。やっぱこれイメージしてんじゃん。戦争の傷跡とかですかね。田村ガラスを。田村ガラスイメージしてるかもしれんな。知らんけど。大阪人。いやでもすごいですね。いや、おしゃれよな。昔からおしゃれやなと思ったけど、やっぱこういうデザインってなんか廃れへんよな。ずっとおしゃれやなと思えるような。なんかめっちゃおしゃれやん。こんなんあったんや。ここ1階部分なんですか。これなんかカフェになってんな。クリニックもありますね。なんかいくつかテナント入ってるみたいですね。すごいですね。統一感ありますね。でも上は普通のマンションなんですね。そうそうそう。普通に分譲マンションとして販売されてるから。なんかローマをモチーフにして建てられたっぽいんですよ。田村ガラスちゃうんかい。一応今思い出しました。こんなんでも人工ですね。もうこれもあえてこうしてんやろうな。これは圧巻ですね。マンション建築した時からこんなデザインでもう建てられてたって感じなんですかね。せやろうな。途中でこんなんなったらもう全部潰さなきゃなるんちゃう。でもすごいな、崩れかけてる具合がな、なんかツタとかも歴史を感じますけど。感じるな。あと前のあれ保育園ですかね。保育園っぽいな。これタワマンでいいんですか。これはタワマンやね。も結構でも古そうな。20年ぐらい経ってんちゃうかな。管理費とか積立金って20年のタワマンって相当高くなってますか。まあそこそこ高くなってくる。立地も悪くないですね。いい、ここは。ここはもともと1971年に大英が開業されてまして、2019年にここ完全閉店しました。でここもともと大英の大きな店舗が建ってたって感じなんですか。そう、今これちょっとなんかお店あるけど、もともとこれ全部大英やって、へえ。向こうの駐車場も大英やったはず。あ、駐車場まで大ですか。そう、めちゃくちゃ大きい建物があって、それがあまりにももう古いからっていうのでもう完全閉店して、今度イオンがこの土地を買収して、今後どういうことを計画していくかっていうのをまだ決まってないみたいですけど。へえ。じゃあ一時利用みたいな感じでですか。一時利用で今こういう感じでお店出されてるみたいですね。へえ。大英ってじゃあ京橋のシンボルマーク的な。もともとはそう。この歩道橋が大英の中に入れて、そのままその大英の中を通って JR 学研都市線とかのそのホームまで行けてた。あ、そうなんですね。そう。じゃあ歩道橋も変わったというか。変わったと思う。この降りてくる階段はもともとあったけど、あ、なるほど。そのこっちに通る方は閉鎖されたって感じだった。へえ。めちゃくちゃ変わったこのでもなんか早く建物建てないともったいない感じしますね。めちゃくちゃもったいない。こんな広い。こんな一等しないもんね。向こうに見えてる方がビジネス街になってるんですか。じゃあそう、大阪ビジネスパークって言われて、もう OBP って言われてるエリアで、もうすぐそこに大阪城があって、大阪城が見えるっていう意味なのか、このビジネス街の一帯のことを城を見るって書いて城見っていう。へえ。天守閣見えてますね。そう、ここからでもちらっと見えてんねんけど、このビルの上の方でレストランとか、飲食店もあったりして、そこで食事とったりするんだけど、はい。多分唯一やでも大阪城を見下ろしながら食事ができるっていう。へえ。すごい絶景ポイントでもあるんで、ぜひそのレストランみんなご利用していただければと思います。バンド社長が持ってるわけないですよ。私が持ってるわけではございません。はい、長時間のご視聴ありがとうございました。京橋の魅力は伝わりましたでしょうか。次回またお会いしましょう。では。